アルティメットホビーチャンネル。はい、どうも皆さん、こんにちは。アベンジャーズアッセンブルなんちゃって、みたいな。今日は、ガソリンタンクのリコールが、ちょっと前にあったんですよね、キャリーの。DA16T の、キャリーの、リコールタンク。これが終わったんで、ついでにね、燃料ポンプを、変えてもらおうと思ったんですよ。そしたら、ポンプ部分だけで16,000円ちょっとするんですね。で、全部丸ごとだと36,000円ちょっとかなするんですよ。それがちょっと高いで、あとちょっと Amazon でさらっと探してみたら、安くあったんですよ。9,000円で丸ごとで。結構新品っぽいやつ。走行距離が、一応記載だと、3000キロちょっとかなのやつなんで、これに変えました。っていうのはね、燃料ポンプも15万キロ走ってるんだけど、燃料ポンプが調子悪いのかわかんないですけど、アクセルちょっと踏んだ時に、一瞬息つきみたいな感じになるんですよね。なので、交換しました。はい。で、タンクの外し方なんですけど、見てもらったらわかるんですけど、新品タンクになりました。15万キロで新品タンクです。なんか前のリコール前のやつだと、合わせ部分の合成が弱くて、燃料が漏れるっていう風な感じでリコールになったみたいです。なので、今回ね、タンクも新しくなったし、部品も安く手に入ったんで、自分で燃料ポンプ交換しようっていうことになりました。はい。で、ポンプの外し方なんですけど、スペアタイヤは外した方がいいです。で、スペアタイヤ外して、下のスペアタイヤを支えるステーですよね。これも外した方がいいです。引っかかって取れないんでね、燃料タンクが。で、燃料タンク外すときに、一番下まで地面まで下ろすとホースが足りなくなるんで、ブロックを置きました。はい。で、ブロックの上に一旦置いて、ホースとかを取った方が楽です。はい。あと、この時ね、燃料ホースを外す時ワンタッチカプラーなんですけど、特殊工具がいります。はい。これ今使ってるやつはね、社外の特殊工具なんですよ。これね、この青いやつ。これが結構安くて、1000円ぐらいだったかな当時は。もう10年ぐらい経つんですけど、10年経たないかな ?5、6年経つんですけど、その当時は1000円ぐらいだった気がします。しかも2個入ってました。なんでかっていうと、壊れやすいからです。はい。こう、無理やりグリッと入れるとね、なんかこう、ぐちゃっと潰れて折れるんですよ、爪が。はい。純正工具は鉄でできてるやつが、純正工具で、出てました。けど、なんか結構目玉が飛び出るような金額してたんで、社会品の青いプラスチックの安いやつね、を買っていました。はい。で、マニュアル見たんですけど、とりあえずね、旋盤もあるし、溶接機もあるんで、今度また外すようなことがあったら作ろうということになりました。この青いやつね、ちょっと短いんですよ。爪が行くところまで。なので、ちょっと使いづらかったです。なので、何ミリぐらいかな。1、2ミリだと思うんですけど、ちょっと足りなくて、爪がこう開きにくかったんで、こうグリグリしないと、外れなかったです。はい。で、今のが、Amazon で買った、新古品って言っていいぐらいの燃料ポンプです。いやー、ラッキーだった。はい。こうね、で、タンクの、ネジを外します。外すんですけど、これは電動ドライバーで外した方が楽なんですね。はい。っていうかもう、手でカリカリやってると、腱鞘炎になっちゃうし、外すときはこっちの方がいい。うん。で、一回外したやつなんで、かじったりしてないだろうっていうことで、電動工具使ってます。はい。で、今こうちょっと汚れてたんでね、はい。拭いてます。これぐらいね、でもね、俺がディーラーにいた時ぐらいは、拭けって言われてましたけど、
拭いてませんでした。はい、綺麗にもなってませんでした。はい、まあ多分、自分でばらさないだろうっていう、感じで、このまんまで組んだんだと思います。見えないとこだしね。はい、で、これが、古い方の、燃料ポンプです。もう結構ね15万キロ走ってるとこんな感じで、赤く染まります。はい、でこの中に結構燃料がまだ残ってるんで、まあジャッと取っちゃうと燃料がそこら中に飛び散って危ないんで引火するんでね、静電気とかで。なので、ちゃんとこうタンクの中に戻してなるべく全部でひっくり返しても、まだ上にあったやつがまだ出てくるんで、これもちゃんとこうしっかり出した方がいいです。で、家の中に保管する時も、ちょっとね置いといてしっかりこうガソリンを揮発させてビニール袋に入れた方がいいかもしれないですね。僕はちょっとこの後こう分解したんでこれをユニットごとなので、残ってないんでちゃんと保管できます。はい、今これ燃料のポンプを入れたんですけど、何かがついてました。こうね純正部品だとあんなのついてないんでこうスッと入れれるんですけど、中古で買ったので、これは何用とかいう感じで、こうテープに書いたものがそのままついてました。で、これがね動画を編集してる段階で気づいたんですね。全部組み立ててので、タンクの脱着おかわりしましたはいいやでねこれなんですけど、このね何箇所のボルトが多いんで、こうちゃんとねこう対角線上に、締めていかないと、燃料漏れするんでこう変にこう傾いてついてると完璧に燃料漏れするっていうわけじゃないんですけど、まあ、漏れる確率が上がるんで、こうね均等に対角線上に締めていきましょう。で、まあ、トルクレンチで締めるんですけど、ネジが1箇所、ネジ山潰れてました。なので、こんなの映ってないんですけど、修正してます。ネジ山が潰れてると、やっぱり1個でもねトルクがちゃんとかからないんで、やっぱりそこから漏れやすくなります。もしくはネジ山が崩れてるのが完全に飛んじゃって、トルクがかからずに緩んで、そこから燃料漏れます。なので、絶対に、ネジ山に問題があるときは修正して直してから組み立てましょう。で今これですね一人でねジャッキもなしで、このタンクの脱着ってのは結構重たいです。なので、ガソリンのねインジケーターが、1メモリか2メモリの時に、ガソリンタンクの、脱着をした方がいいような気がします。はいでねこんな感じで、こうタンクをねタイヤとかに乗せて傷つかないようにしつつ、上に上げて、組み立てていきます。これはね2メモリで今回やったんですけどまあ結構体勢の無理さもあって重たかったです。でも無理やり結構締めれたんで、ラッキーだったです。はいやっぱ筋トレ大事です。はいなので、でねこれ途中までさすがにねめんどくさいんでインパクトで途中まで締めてます。全締めせずに、まあ、あとは手締めで、だいたい23ニュートンぐらいなんで8ミリのネジってなので、23ニュートンで締めてます。はい、まあマニュアル見ても多分23ニュートンになってます。はいで、タンクをつけてからホースとかを全部つけた方がいいです。ホース外さないと燃料の注ぎ口とかね、タンク外しにくいです。でちゃんとその辺をきれいにしてやらないとタンクの中に砂入ったりするんで、きれいにやってください。であとねこの外側のねこのねスペアタイヤのこのボルトって錆びるんですよやっぱりもろ出しだと。
でいざっていう時はスペアタイヤ外す時に往生するんで、こっち側をこっち側に外しやすいようにスレッドコンパウンドつけます。もう本当にうっすらしかつけないんですけど、僕は、こういうのつけて、締めますね。錆びて動かなくなるとこだけね。なんだけどこのステーのね、この指示側っていうのかな、そっち側はね 6mm なんですよでこっちの持ち上げて締める方が 10mm なんですよ。これなんかちょっと納得いかないなっていう感じですよね。どう考えても 6mm の方が折れますよね。しかも前の方にそれがついてるんで、もしこう 6mm の方のネジが折れてボキッと下に落ちた時に、多分ステーが支点になって車が多分前転することになります。はい、道路に突き刺さるとね。でタイヤもグリップするんで、おそらく、6mm のネジが折れたり外れたりしてスペアタイヤがこう前に落ちたりすると、多分思いっきり後ろが持ち上がって、多分車が前転するか横転するかしやすくなる構造ですね。これはちょっとどうにかしたいですね。やっぱり自分が運転して乗るんで、で、このフィルターなんですけど、燃料ポンプのこの部分をこう、取ったんですけど、一回取れるとフィルターって外れやすくなりました、あの部分って。なので、再利用不可なんじゃないのかな、この部品って。多分、パーツリストでも、非分解だったような気がします。バラバラで買えるのはこの、燃料のこれと、燃料のセンサーの部分と、本体ですねぐらいに分かれるように大体パーツリストで書いてありましたね。でまたこれは、また次回まで乗ってるか分かんないんですけど、またここから10万キロ以上乗るか分かんないんですけど、これは取っときます。もしくは、ポンプを直してヤフオクで流します。はいなのであんまり取ってもしょうがないんですよねっていうことです。はい、じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたこのチャンネルでお会いしましょう。チャンネル登録もよろしくね。バイバーイ。